にちは、バリカンです。今回は甲府駅南口に来ております。甲府駅南口を今日は出発してですね、甲府の駅前の商店街を下り、オリオンスクエアを目指してみたいと思います。オリオンスクエアというのは元のオリオン通り商店街のことです。長年甲府駅南口のシンボルだった山高デパートは2019年に閉店となりまして、今はヨドバシカメラマルチメディア甲府に、2021年から生まれ変わっております。だいぶ駅前も様変わりしましたね。そして奥に見えるのは、あちらも新しいホテル、城のホテルですね。広場として整備されました。そしてあちらに宝石の形に見える建物がありますが、甲府観光案内所です。宝石の町甲府をイメージして建物自体をこの宝石の形にしたんですね。まさに宝石の町って感じです。いやー、綺麗な建物だな。ね、ここでバスや観光案内もしてくれるのでありがたいですよね。それではいろんなお店も見ていきましょうね。いやー、ヨドバシカメラでっかいな。そしてあちらに何やらダイヤのリングのようなものが見えていると思います。こちらは2019年にできましたジュエリーモニュメントです。ダイヤのリングをモチーフにしたモニュメントとなっております。結構大きいですね。このモニュメントの愛称は夢キラリング。高さは 3.31 メートルもあるんですよ。このモニュメントの下には約38キロの水晶が埋められているそうです。この辺に埋まってるのかな。今の駅前はこんなのもあります。そしてそこから見ると、いや本当に宝石の形に見えますね。観光案内所、今回はこちらの平和通りの東側を下っていきたいと思います。いろんなお店がありますね。裏道もあるからちょっと入ってみましょうかね。ここにはね、スパゲッティモリアという甲府では有名なパスタ屋さんがありますよ。
こも以前はアーケードがあったんですけれども、アーケードを取り払ってこうして歩行者自転車道路に、整備されてとても歩きやすくなってます。いやー本当に明るいなって感じしますね。そしてここが奥東本店です。甲府鳥もつ煮で有名な奥東さんですね。いつか来てみたいと思っております。こちらもほうとうで有名な小作さんですね。ここはいっぱい飲み屋さんが集まっているビルですね。こちらが山梨県庁です。今見えているのは山梨県議会議事堂なんですね。今歩いてるコースは内藤整備堂さんの CM の、コースですね。昭和世代はよくわかると思います。遠藤フルーツさんです。ジュエリーショップかな。これのっぱい。パスタのお店ですね。反対側に焼き鳥の丸橋さんが見えます。あちらも甲府の名店ですね。玄関さん、これも大平有名なコーヒーショップです。すみません、YouTube で撮影ちょっとしてます。すみません。はい。こちらはケーキの専門スタンド。いつできました？ 3月26日。そうです、最近ですよね。私もそう、ちょっと前に通った時なかったな。もしよかったらそれとじゃあ、見させてください。お店の名前がチャミサンドです。チャミサンド。はい。
うわ美味しそうだな。これはすごい。チャミサンドさんです。ありがとうございました。新しいお店いいですね。はい、ここが山梨県防災新館です。こちら元の西部です。さあそれでは内藤整備量産の CM と同じように西部の角をちょいと曲がり、よいしょ。オリオン通り兼オリオンスクエアへ向かっていきましょう。ぶどう棚ですね。いやー本当にこれも甲府って感じですね。ちなみに、日本ワインの発祥の地は甲府と言われております。1階には山梨ジュエリーミュージアムといって入場無料でさまざまなジュエリーが見えるミュージアムが、併設されてるんですよ。見えるのは甲府市役所です。そして甲府城ですね。こちらの大きな建物がココリです。上層はマンションなんですけれども、下の方は、お店や食堂なんかが入ってますよ。建設ルーム、こちらにあるんですね。さあ、オリオンスクエアが見えてきました。2010年にアーケードが新しくなったことをきっかけに、オリオン通り商店街からオリオンスクエア商店街へ名前を変更しました。アーケードがないところはオリオン通りと今でも呼ばれていますよ。行ってみましょうね。
こはね昭和21年にできた通りなんですけれども、当時オリオンパレスという映画館があって、そのオリオンから名前を取ったということ。まあ今はその映画館はないんですけれども、昭和36年に初めてここにアーケードがついたそうです。このアーケードの抜けた先もオリオン通りなんですけれども、このアーケードの横にも併設する小さいにオリオン通りがあるんで、そちらの方もちょっと見てみましょう。この通りは購買通りです。元の購買町です。こちらです。ここもいい雰囲気ですよね。ここはね、有名なエゾというラーメン屋さんです。今日やってないのかな。クラフト甲府さんも準備中ですね。この通りはね、オリオンイーストって言ったかな。あ、これがパスタで有名なね、ラクさんですね。いいですね。じゃあオリオンスクエアに戻って、南下していきましょう。看板も綺麗になりましたね、オリオンスクエア。そうです。ここのアーケードないところもオリオン通りです。2階はカフェですね。そしてここがいつも映る岡島百貨店、岡島デパートです。こっちは山梨中央銀行です。
オリオン通りを南下して上東通りに出ました。はい、目の前に見えるのが春日モールです。そうですね、だから南口から歩いて本当に12、3分ぐらいでここまで来れますね。いろんなお店もありますし、そしてこの先も以前の動画で紹介したようにお店、レストラン、さまざまなものがあるので楽しめると思いますよ。はい、今回は甲府駅南口平和通りの東側を南下してオリオンスクエアを抜けて、春日モールの入り口まで来ました。このチャンネルではこういった甲府の街の情報もこれからもお届けいたします。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。バリカンでした。